こんにちは。90年代カルチャー裏原宿ファッション研究家あきらです。今日はですね、新しい企画です。もう結構ずっと前からやってみたかったんですけれども、題して90s ストリートファッションスナップをみんなで見てみよう。よろしくお願いいたします。で、僕のチャンネルでは普段はですね、ファッションのね、面白い動画をもういっぱい上げておりますのでね、ぜひご覧になってみていただいて、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速始めていきたいと思うんですけれども、今日何やるのっていうことですよね。今日ですね、ストリートスナップですよ。90s ストリートファッションスナップをみんなで見てみようのコーナーですからね。その当時90年代って、僕のチャンネルでも散々ですね、藤原宏さんをはじめジョニオさん、ニゴさん、村淳さん、カリスマさんたちのかっこよさっていうのも散々ねお伝えしてきてるんですけれども、それだけだと思う中で皆さん、ストリートにはですね、裏原宿にはですね、かっこいいですねキッズたち、キッズばっかりじゃないですけどね、お兄さんたちもいっぱいいたんですよ。そういうカリスマの人じゃない、普通の一般のね方の中にも本当にかっこよくておしゃれな人ってたくさんいらっしゃったんですね。で、そういった方をですねこうまとめて見れるっていうのは、その当時 SNS もインスタグラムも YouTube さんもないですから、雑誌のねストリートスナップだったわけですよ。それでですね、僕らが田舎でこうやって見てですね、うわこの人かっこいいっつって真似したりいろいろしたわけですよ。っていうことはですよ、あきらさん90年代カルチャー裏原宿ファッション研究家やらせていただいておりますので、これは皆さんに僕がですねお伝えする、使命感を持ってやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。すいません、本当に前置き長くてすいません。これはですねシリーズ動画としてもうちょいちょいやっていきます。で、毎回ですねだいたい10枚ないし15枚の写真スナップをですねこのワイプに大きく出して全て解説させてください。その中からですね90年代フレーバー裏原宿ファッションのかっこよさを皆さん感じ取っていただけたらもうめちゃめちゃ嬉しいです。じゃあ早速やっていきますね。1枚目がですねこちらです。かっこいいでしょ。普通にかっこいいでしょこの方。ただですね、今回皆さんすいません、個人情報なんでね、お名前とかは全部こう見えないようにしてます。本当は名前とかもなんかみんなかっこいいあだ名とかつけたり、あとこのクレジットが載ってたりしてそれもね楽しめるんですけど、僕説明しますんでね、そこだけはすいません伏せさせていただきます。 40% のスタジャンですよ。いやこれほんと激レアアイテムですよ。そこにですねステューシーのこのグレーのね迷彩のショーパン、これジョニオさんがピックして履いてラスト王子で紹介してもうめちゃくちゃ流行ったんですけど、僕この当時手に入らなくてね、いや欲しい、今でも探してますがこれは出てこないですね。ステューシーさん、これねグレーのこの迷彩復刻お願いいたします。そしてですね、裏原宿ファッションっつったら足元ノースウェーブでございます。このバランス、これ冬ですよ。冬でもね半ズボンを履くっていうのが裏原宿なわけですよ。スタジャンにこのステューシーのグレーの迷彩、そしてノースウェーブでこのバケハ、いやーかっこいいっすね。続いて2枚目がこちらです。配色がね赤とブルーの、この配色かっこいいっすよね。この人もねいいなー、好きだなー。このモヒカンが流行ったんですよ。みんなジョニオさんの真似してモヒカンして、でこの赤のブルゾンはアンダーカバーさんのこのフェルトのブルゾンですね。これもねすっげえね、リバイスの言ったら、ファーストっぽいこうボックスシルエットでむっちゃかっこいいんですよ。にこのヴィンテージのデニム太めで合わせて、足元はコンバンスのね83カモってやつこの方合わせてますね。で中見えづらいですけどカート5番のね T シャツ着てるんですよ。いやもうねすいません、僕オタクすぎますね。もうね全部覚えてるんですよ。全部知ってるんでもう徹底的に解説していきますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。どんどんいきますね。3枚目がこちらです。出た一番かっこいいんじゃないですかこの方。いやもう有名人でしたよこの当時。大阪のね方なんですよこれね。そこまでだったら言っていいかなね。もう20何年前30年前の、写真だからねもう大丈夫だと思うんですけど、この
モヒカンでこの三つ編みドレッドっていうの、これにこれバウンティーハンターの T シャツですね、このスカルで、このレザーショーツはこれマイノリティだと思いますね。でまたコンバースオールスター83かも、しかもですよ、この方はですよ、ハイカットを自分でローカットにカットオフしちゃってるんですよ。そんな思い切ったことしちゃう、本当にね。そのぐらいなんかその DIY 的なことも90年代カルチャーの人たちって結構僕たちにこう根付かしてくれたのかなって思います。自分でこう工夫して自分で作ったり壊したりする、やっぱり作っては壊し、壊してはまた作る、そういった概念っていうのも裏原宿のファッションから僕なんかはね教わったっていうところがあって、こんなかっこいい人いたんですよ、30年前。超かっこよくない？でガボールとゴローズのアクセジャラ付けして、やばいっすよね。続きまして4枚目がこちらです。この人もね、雰囲気がやっぱ良くないですか？自分が分かってらっしゃいますよね。このサイズ感とこのモヒカンのバランスでサングラスかけて、このねジップアップのプルオーバーのスウェットはレッド・イット・ライドさんっていうブランドさんのものですね。 ELT さんっていう伝説のねセレクトショップのオリジナルブランドですね。レッド・イット・ライド、僕も好きだったんですよ、レッド・イット・ライドで。このねデニム、これご自分でねお作りになってるこのパッチワークのねこのステッチをこう遊ばしたデニムなんですよ。僕のブランドでもこれ今度作ってみようかな、かっけえ。今見てちょっと思いついちゃいました。これやっぱいいな。僕ですね、すいません、ちょっとだけね宣伝なんですけれども、90年代カルチャー裏原宿ファッションの研究がもちろんやってるんですけれども、最近ですねニュートラルバズリアクションっていう自分のオリジナルブランド立ち上げて、90年代のねフレーバーを入れためちゃめちゃやばいプロダクツクリエーションしてるんですけれども、これ作ってみようかな。ちょっと皆さん乞うご期待でございます。そしてナオスウェーブでございます。いやバランスいいな、この人もかっこいいっす。でさっきから皆さん気づきました？みんなモヒカンなの。どれだけジョニオさんの影響力発信力がすごかったのかっていうのをこういうところから感じられますよね。続いて5枚目がこちらです。出た1995年グッドイナフモズコート。僕のね YouTube の動画でもこの間上げさせていただいて、この方もねお揃いでございます。かっけえな。これまた半ズボンのねこのマイノリティのねレザーのショートパンツと合わす、そしてアイリッシュセッターの黒でございますよ。こういう合わせだったんだよな。今こんな感じでねモッズコートも流行ってますけど、半ズボンと合わす人いませんよね。やっていこうかな。もう僕ねこのね3月4月春はこれやろうと思ってるんですよ。半ズボンね、3月4月でも半ズボンでちょっと寒いじゃないですか。だけど昔はそれね当たり前だったんですよ、90年代カルチャーの時は。裏原宿ファッションは冬でも半ズボンですからね。だから今年春半ズボン履いて、その上に、ブルゾンだったり、スウェットだったりロンティーだったり、こういうモッツコートとか羽織って90年代のフレーバーをねもう自分からね醸し出していこうかと思っております。あっという間に前半戦終わっちゃいましたね。今日はね10枚紹介いたしますからね。6枚目こちらです。いやー、この方ねめっちゃ有名人なんですよ。ご存知の方いらっしゃいますよね。下の名前だったら言っていいのかな。ヤスさんっていう方なんですけどね、もうねこの当時の一般人の中のカリスマさんだったんですよ。エイプさんのカウチンセーターを着て、でこの裏原宿ファッションとこのアメカジヴィンテージとかのミックススタイルがこの方すごく得意でめっちゃおしゃれだったんですよ。これもリーバイスのダブル X 履いてんじゃないですかね。ヴィンテージのジーパン履いて、でエンジニアブーツとか履いてんですよ、レッドウィングの。こういう合わせでニットのねこのバケハ、これアメカジのねお兄さんとかが結構昔 MA1 とこのニットバケハ、これラインが1本入ってたりするんですけどを合わせるっていうのが、で目深にかぶるっていうのが一つのスタイルだったんですよ。それをこう継承してニットバケハにエイプのカウチ、そしてヴィンテージデニムにエンジニアブーツ。かっこいいなこのミックススタイルで、これカバンはポーターのショルダーをたすき掛けしてると思うんですよね。このミックススタイル、いやーしびれますね。続いて7枚目がこちらです。こういうやっぱり
ゆるいスタイル、この肩の力が抜けたゆるっとした抜け感のあるスタイルって不変だと思いません？これ今こういう人いても全然かっこいいですよね。この大きめのパーカーをゆるっと着て、ほんでこのちょっと太め、これデニムでも、チノでも軍パンでもいいじゃないですか。太めのパンツをこう自分のサイズ、自分の体型にちゃんと合わせたサイジングでゆるっと履いて、でこういう気に入ったブーツだったりスニーカー合わせて、サングラスとかニット帽とか小物で遊んでいく。でこんな感じの人結構いたんですよ。いやこの人おしゃれだと思う。本当になんかすごくなんか自分の個性も分かってらっしゃるし、で自分が何が似合うかって分かってらっしゃったんでしょうね。その中でこのグッドイナフのねパーカー、これね前にねグッドって書いてあって、背中にめっちゃでかくいいって書いてあるんですよ。これ欲しいな。いやこれは結構ね出てきますね。僕90年代のアーカイブスのコレクターでもあるので、結構しょっちゅういろんなところのサイトとかチェックしてるんですけれども、このグッド E のこのパーカー、これね実はリバーシブルのパーカーなんですよ。反対にすると何も書いてないんですよ。でこのネイビーは多分中は白だったと思いますわ。でこのいろんな配色で出てて、これ当時村淳さんも着てましたし、いやこれいいな。これは結構出てくるんで、これちょっと僕買います。で買ったらですね、アーカイブの一気見せ動画とかやってますんでね、そちらでご紹介していきますね。この方もこのヴィンテージデニムですね。やっぱし裏原宿ファッション90年代カルチャーを語る上では、ヴィンテージのデニムだったりっていうのはもうマストアイテムなんですよ。かっこよく履きこなしたいな。もう今でも本当に好きだし、なんかこうその頃を思い出しながら、でも今のものと組み合わせて、なんかこう新しいスタイル、ヴィンテージのデニムとかを取り入れながら、皆さんにもご提案していきながらやれたらいいなって本当に思いますね。こんなおしゃれでかっこいい方が昔いらっしゃいました。続いて8枚目がこちらです。この方もさっきのやすさんとね同じで有名人なんですよ。浩平さんっていう方なんですけどね、下の名前だけだったらねいいかと思いますよ。本当に一般人の中のカリスマさんですね。おしゃれでしょ。なんかオリジナリティがねやっぱりある方っていうのはあるんですよ。僕らみたいな素人一般人の中でもやっぱり自分のカラーを持ってる、自分の色を出せる、そういう自分のオリジナリティを、アイデンティティをちゃんと確立してる方ってやっぱり今も昔もかっこいいんだなって、こういう方を見ると思いますね。これ古着のスタジャンを丈の長めをね選んで、これピバッチとかいっぱいつけて、このなんかニットベレーとかぶってサングラスかけて、タイガーカモですよ。タイガーカモだよ。やっぱりねタイガーカモなんですよね。ウッドランドもハンティングカモもそれもね90年代を代表するカモフラージュですけど、僕はこのタイガーカモが一番代表的なカモフラージュだと思いますね。90年代カルチャー裏原宿ファッションでは。そこにレッドウィングのアイリスセッターのベージュスウェード合うやん。めっちゃ合うやん。バランスええやん。かっこええわ。このかっこいいな。これ真似したいな。ほんとそんなね、だから真似したくなるようなそんな人が多かったんですよ。で今この2020年に見て皆さんいかがですか？全然古くないでしょ。だから僕こんなにも推してるんですよ。このかっこいいカルチャー、このかっこいいファッションを今にどうしても蘇らしたいので、ブランドも頑張って始めたし YouTube でも発信してみんなでこう楽しみながらやっていけたら最高かなと。もうあっという間に時間が過ぎ去ってしまいますね。9枚目の写真こちらです。裏原宿ファッション90年代カルチャーで最も有名な双子さんでございます。皆さんご存知でしょこの双子さん。そうなんですよ。まだね完璧にどっぷり裏原ファッションじゃない時なんですよ。なんかまだ全然全身エイプとかねグッドイナフとかアンダーカバーさんじゃないんですよ。これヴィンテージのね服とこれゴローズだったりアメカジアイテムだったりをうまくミックスしておしゃれだったんですよね。この双子さん目立つわ。これそら目立つわでこの後この双子さんがどうなったかは皆さんご存知かと思いますのでね割愛させていただきますが、この双子さんはやっぱり90年代のねスナップから外せないということで紹介させていただきました。それでは皆さん今日のね
10枚目でございます。マジでやばいです。この方はこちらです何なんだろう、この人一般人ですよ。むちゃくちゃかっこいい、顔も男前だし、このお宝満載の、いやこれすごいよほんと。当時でもこれを全部揃えるのって相当ですよ。まず AFFA の MA1 着てんですよ。こんなかなか手に入らないですよ。誰も持ってなかったもん。本当に2、30着とか作られて、ほとんど身内とかスタッフに配られて、店頭に 4、5枚とかしか並んでないとか、そんなレベルですよ。それ持ってきてるんですよこの人。かっこよすぎるでしょ。やばいでしょ。でマイノリティのレザーショーツ、このバランスですよ。でこの中の T シャツがちょっとね見えづらいんですけど、カート・コバーンの追悼 T シャツか、もしくはエイプさんとアンダーカバーのダブルネームのベックっていうアーティストのこのフォト T シャツあるんですよ。オフィシャルで出たんですよその当時。それじゃないかと思うんですよ。ここら辺のこのなんか髪の毛の感じがね。なんでこれはカート・コバーンの方じゃなくてベックの方の T シャツなんじゃないかと思います。そしてこのゴローズの鹿革のかっけえよ。この格好にこれだったのやばいでしょ。でカボールから何からなんかもうクレイジーピックからね、グレートフロッグからね、ジャラ漬けですよ。めちゃめちゃかっこいいな。もうあらゆる要素がもうてんこ盛りすぎてミックスされすぎてて、いやこれがなんかカルチャーなのかなっていうふうに思いますよね。そしてレッドウィングのアイリッシュセッタープレーン2の方なんですよ。でね、今でこそスクエアとプレーン2もうデフォルトであるじゃないですか。当たり前になってますけれども、この当時って基本はみんなスクエアとしか持ってなかったんですよ。で限定的にプレーン2が出て、これ履いてる人って基本いなかったんですよ。だからこの人なんでこれ手に入れられたんだろうこの当時。だからそういうパイプがあったんでしょうね。いやすげえな。これは本当に30年前と思えない。もうかっこよすぎるこの人自体が。このファッションもそうだし、アイテム一つ一つも全てが名作だし、いやー本当に感服いたしました。皆様いかがでしたでしょうか。ここまで 90s ストリートスナップをみんなで見てみようのコーナー。今日はですね、10枚の激ヤバなスナップご紹介させていただき、そして全てのアイテム解説させていただいたんですけれども、せっかくなんでね、最後まで見ていただいた方だけの特典映像今日用意しております。こちらでございます。これはですね、スナップじゃないんですよ。ストリートスナップじゃないんですけど、当時のファッション誌にね、こうヘアスタイル特集とか、あと美容室の特集とかあった、その中の1枚なんですけど、なんかほんと芸能人かっていうぐらい顔も男前だし、このなんかピンクのモヒカンのこのフォルム、それにこのアンダーカバーのドクロシャツ、もうね、何なんだろう、かっこいいわほんと。こういうむちゃくちゃかっこいいキッズがいたんですよ。この方は正直、キッズじゃないか、でも19、20歳ですよ。キッズですよね。こういう人いたんですよ。やっぱりジョニオさん、2号さん、藤原宏さん、村淳さん、ヒカルさん、もういろんなカリスマの方たちがあまりにもかっこよすぎてイケすぎてて、結局とてつもなく底上げされちゃってたっていう、そういう状況なのかな、状態だったのかなって今僕が見て思うんですよ。もうその人たちに憧れてなりたい、追いつきたい、追い越したいみたいな子たちがいっぱいいたんで、やっぱりその中からですね、さっきも言いましたが、自分のオリジナリティ持ってたり、自分のアイデンティティ、色を確立してる人もいっぱいいたんですよ。だからこれはカリスマさんたちを追いかけるのも今後どんどんやっていきますけれども、ずっと続けていきますけれども、ここにフォーカスして、この一般の方、こういうストリートスナップにフォーカスするっていうのが僕にとってもめちゃめちゃ勉強になりますし、皆さんにもいや俺今日楽しんでいただけたんじゃないかっていう風に確信しております。そんな感じで本日以上となります。ありがとうございました。皆様本当に最後までありがとうございました。そんな感じでね、また次の動画でもお会いできたらめちゃめちゃ嬉しいです。
そんな感じです。ではまた。